こんにちは、さっさんです。今回は川崎日光ホテルにありますバー夜間飛行で開催されている月1回のスイーツブッフェに行ってきました。完全予約制でメッセージカードまであってとっても素敵です。120分6000円のブッフェになります。席に着くと1人1枚このペーパーが置いてありまして、ここにはルールブックとあとその日のメニューが一覧で載っています。スタッフさんがすごく丁寧に教えてくれるんですけど、混雑回避のために1皿目と2皿目まではお声掛けがあるまで移動せずに、このドリンクを飲みながら何から行こうかなってこうメニューをね見て待っているような感じです。で、早速1皿目いただいてきます。グラスデザートはなんか当たっちゃいそうで不安だったのでちょっと寄せました。ではこのいちごのショートケーキです。これはねいい意味ですごく普通でしたね。なんかちょっとスイーツブッフェでショートケーキって私がクリーム大好きだからっていうのもあるんだけど、すごいショートケーキに期待しちゃうんですけど、これはね本当にノーマルのショートケーキでした。はい、美味しいけどね全然美味しいんですけど普通でした。でこのレアチーズケーキなんですけど、これはねレアチーズムースといちごムースみたいな感じで、あんまりチーズの塩気とかもヨーグルト味みたいのも感じなくって、結構甘ったる系のレアチーズでした。はい、でこれはいちごのモンブラン、中にゴロッといちごが見えてるかな、入ってます。で、上がいちごのクリームみたいなのでグリッとこうなってて、で中がディプロマットクリームってやつですね。最近覚えたからよく使ってるんですけど、カスタードと生クリームが混ざったみたいなやつです。はい。で、これがシトロンフレーズで、なんか柚子みたいなねみかんっぽい感じの味のするのが中に入ってるんですよね。で周りは多分いちごなんですけど、これもね普通に美味しかったです。でこのいちごとピスタチオが私はもう今回ダントツで好きだった。なんか見た目がお団子みたいに丸いクリームの塊みたいのが乗っかってるんですけど、このねいちごクリームもピスタチオクリームも結構固めで濃厚なんですよ。そこがね私のツボをついてきて、時々ピスタチオってめっちゃ香料入ってるんじゃないかっていうぐらいなんか匂いが強いものがあると思うんですけど、なんかそういう感じじゃなくてかなりナチュラルなで、そしてほんのり甘くて濃厚でっていう、その味わいがすごい私好きでした。でこのいちごの生チョコショートは言ってる通り生チョコショートです。中になんかコリコリしたチョコが入っていて、ナッツも入っててプラリネのようなガナッシュのようなものも入っていて、かなり濃厚なケーキでした。これもねすごく美味しかったです。ブールノネージュはサクホロのいちごクッキーですね。こんな味わいのあるんだと思って結構楽しかった。ムースフレーズはレアチーズケーキと似てましたね。なんかそのレアチーズケーキのいちご感増したみたいな感じで、はい、かなり似た味でした。はい、いちごのタルトの見た目がめっちゃ可愛くてさ、これなんか見た目ハマるんですよね。なんですけど特に味はね多分見た目通りだと思います。いちごカスタードっぽいやつでダマンドダイみたいな感じで、ダマンドダイの中には特に仕込みみたいのはなかったので断面は見せてないです。柚子とホワイトチョコのムースはホワイトチョコにはまっている一方、柚子皮のちょっとした苦味みたいのが効いていて大人向けの味でした。ここで柑橘入れるとさ、またこう甘いものが加速するんですよね。でこれ唯一今回あんこ使ってるやつでフレーズ小豆です。でこの小豆がねまたねすっごい上品な甘さで美味しかった。で中にいちごが煮たやつみたいのが入ってるんですよ。でこれねすごい美味しかったんですけど、なんかパンとかに乗っけたりお餅と和えたりしたらすごい美味しいんだろうなって思いました。でこのロールケーキがどうもね毎月のようにもしかしたらあるのかも。いちごだけじゃなくてそのシリーズごとにあるっぽいんですけど、これね何センチって言って切ってもらうんですよ。だから5センチって言ったら5センチで切ってくれるんだけど、なんか1皿目の時ってなんかね比較的大きめに切られるっぽくて、私3センチって言ったんですけど多分実際来たの5センチぐらいのやつです。でこの周りのスポンジがすっごいふわふわしっとりで、中はいちごと練乳のって書いてある通り練乳クリームなんですよ。でも結構甘さは控えめなのですっごいもりもり食べれるこのロールケーキはね大人気なんだと思うよ。なんかみんな頼んでたし人気なの分かる気がします。すごく美味しかったです。でクグロフフレーズは、クグロフってなんかお山みたいな形してるでっかいやつのカットしたのだと思うんですけど、なんかイメージ分かりますかね。私の表現がなんか適当すぎて伝わってるか分かんないんですけど、なんかパウンドケーキみたいな感じでした。
でこのチョコいちごシューは中に丸ごといちごと、カスタードクリームみたいのが入ってて美味しかったです。ほとんどいちごで埋め尽くされてるんでとってもジューシーでさっぱりしてました。こちらのチーズケーキはいちごとは関係ないんですけど、ホテルのチーズケーキって私大体大好きなんですよね。でこれはねメモに特濃って書いてあるんですけど、やっぱチーズ特有の塩気とか匂いとかがめっちゃするやつで、だからこそカットが小さいんだろうなって思いました。これはすごい良かったです。でクラシックショコラもねちゃんと手間暇効いてて、くるみとかナッツが入ってるショコラケーキでしっとりしてるところもまたポイントが高かったです。で続きましてこちらも通常メニューというかいちごとはあまり関係ないですけど、パンナコッタです。これはねミルク感がすごい強くて結構固めなんですよ。でもこういうさなんか硬いパンナコッタ久しぶりに食べて美味しかったな。これなんかそれこそフルーツとかと一緒に食べれたらすごい美味しいんだろうなって思います。パイシューはまずこの音を聞いてもらってからちょっとお話しようと思います。聞こえました？聞こえました？これさずっとビュッフェ台に置いてあるんだけどさ、食べたらちゃんと周りがパリパリサクサクって言うんですよ。その食感が本当に嬉しいし、で中に入っているディプロマットクリームがこれでもかってパンパンに詰まってて、これね結構序盤に食べるとお腹にくる人いるとは思うんですけど、シュークリーム好きの人、シュークリームっていうのなんか皮パリパリ系のシュークリーム好きな人は必食だと思う。これすっごいおすすめします。美味しかったです。はい、では次のお皿を持ってきました。ちょっとね箸休め的にピクルスあったんでピクルスも持ってきたんですけど、はい、まずプリン食べてます。このプリンは味はあっさりめで食感は固めなんですよ。でカラメルソースがいっぱい入ってて、この苦味とともにね結構気分転換させてくれる商品だなと思いました。でちょっとピクルス一かじりして、全部ねこれも種類が違うお野菜のピクルスなんで、そういったところも手が込んでるなって思います。でこれはティラミスですね。これ結構好きなティラミスでした。一番下の部分スポンジにコーヒーシロップを通常こう染みさせてると思うんですけど、そのシロップの量がすごくて滴るぐらいじゅわじゅわなので、それで結構その苦味とのバランスをうまくとっていて美味しかったです。でこのキャラメルショコラは下のねショコラの土台がすっごく濃厚こってりしてて、お皿からほら離れないぐらいなんですけど、なんか上も下も甘くて結構なんか甘さにこの終盤甘さにやられるスイーツだった。多分序盤に食べたら美味しかったんだと思います。でこれアーモンドパイですね。アーモンドなんかダマンドっていうのこの層が入ってあって、特にクリームとかはないんですけど、もう全体的にずっとザクザクサクサクしててパイの食感を前面に押し出して美味しいパイでしたけど、これもねもうちょっと結構口の中の水分持っていかれちゃってプリンのカラメルつけて食べてます。そしたらすごい美味しかった。でもこのアーモンドパイお気に入りっていう人結構いらっしゃるんで、パイ好きさんにはおすすめなんだと思います。食感すごく良かったです。夜間飛行さんはお食事も一通りあるので1品ずつ持ってきました。でこの牛すじと野菜のスープがね感動するレベルで美味しかったです。牛すじゴロゴロ入ってるし、もうホテルのスープ最高みたいな、今日一美味しいみたいな。でここで一気に食べちゃうのがもったいなくて後でも飲みたかったのでサラダとか他のお食事に行きます。でここではサラダとかフライドポテト、あと唐揚げ、この唐揚げがさ唐揚げっていうか竜田揚げって書いてあったんですけど、この竜田揚げが常に揚げたてが置いてあるんですよ。だからいつでも美味しいの。いつでも衣がサクサクなんですよ。それもね感動したポイントでした。この後アラビアータひき肉のカレーって続くんですけど、どれも一品一品がすごく美味しかったので、お食事のクオリティも高いんですよね。すごく高級品っていうことじゃないんだろうけど、すごく丁寧に作られていて味にはみんな満足できると思います。他のお客さんもご飯めっちゃ食べてる人いっぱいいました。で取りに行く時のルールなんですけど、スイーツはスイーツだけのプレートで並ぶ、でお食事はお食事だけのプレートで並ぶっていう風に2列に分かれています。でスイーツに関しては1皿に6品までで1種類1個までっていう取り方になります。でおかわりはもちろんできるんですけど、1回のプレートに置くのは同じものは2つは持っちゃいけないっていう、そういうルールです。混雑回避とか密回避のためとか皆さんが楽しめるようにっていうのですごく試行錯誤されて開催されているので、すごいねなんかもう全体的にめっちゃ丁寧なんですよ。だからもうすごい一気にファンになっちゃったこのホテルの
このビュッフェのファンになっちゃいました。周りのテーブルはリピーターさんだらけで、でもそりゃそうだよね、また来たい気持ちめっちゃわかるもんって思いました。リピーターファンが多いんだと思います。でこちら今ぶどうゼリーとオレンジゼリーいただいたんですけど、これがねで最後かな、全品いただいたと思います。はい、今回でゼリーはねパンナコッタ同様結構固めで、カレーの後のお口直しにすごく良かったです。あと2品おかわりをしてきました。今回のワンツーですね、いちごとピスタチオ、これはね本当に美味しかったな。これいちごのシーズン毎年出るのか分かんないんですけど、いや今回来た回あったわと思った。一番下のねいちごはなんとなくいちごチーズクリームみたいな味でした。はい。で今度いちごと練乳のロールケーキ、今度は2センチって言ったら本当に2センチぐらいで切ってくれました。この美味しいロールケーキを何も考えずに口いっぱいに頬張れる幸せったらないですよ本当に。いやー美味しかったなこれ。さてこのリピーター続出の大人気ビュッフェですけれども、予約もやっぱり争奪戦なんですよ。で月に1回土日だけ開催っていう感じなので、2ヶ月前の1日にウェブ予約を受け付けてます。あとキャンセル待ちがたまに出ることがあるらしくて、運よく拾える方もいらっしゃるらしいです。ご興味ある方は概要欄にホテルさんのサイトを貼っておきますので要チェックです。では今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。またね、バイバイ。